東日本不動産流通機構からですね、11月度の首都圏の中古マンションのデータが発表になりましたので、それをご説明したいと思います。その前にですね、ニュースといってはなんですけれども、2つお話をしたいと思います。まず1つは、今日の日経新聞の記事なんですけれども、マンション投資薄らぐ妙味ということで、東京取得価格高く差益減少、賃料伸び悩む地域もというふうにあります。日経新聞で不動産マンションのネタというと割とですね、平均価格1億超えたとかですね、明るいニュースが多いという印象があります。例えばリートが低迷していてもですね、これは割安感があるんじゃないかとか、そういう捉え方の記事が多いという印象があるんですけれども、この記事はですね、読んでると割とこういう暴落というネガティブなですねニュースっていうのは、例えば、その週刊誌とかですね、そういうネットニュースで見がちなんですけれども、そういう内容ではなくてですね、割としっかりと、例えばここ5年で買った人が転売をして、最終的には赤字になったとか、例えばそもそもの不動産の資産価値というのは賃料が基本になるんだとか、そういったことが書かれていて、非常に不動産のことを勉強されている方にとってはですね、すごくいい記事だなというふうに思いましたので、ここでご紹介させていただきました。それとですね、金利ですね。これ前回の動画でもお話をしたんですけれども、もともと日銀の利上げというのはですね、賃料の上昇を伴う物価上昇という言い方が正しいだと思うんですけれども、それに伴ってですね、利上げをしていくというスタンスだったんですけれども、それに加えてですね、一段の円安リスク大きいということで、11月の30日の日経新聞に出たわけなんですけれども、円安がリスクだと、円安によって物価が上がると、これはですね、本来の経済に活力が出て物価が上がっていくというのは少し違うということで、そうなる前にですね、金利を上げなきゃいけないといったトーンですね。それと、非常に興味深かったのは、非伝統的な金融緩和手段ですね。例えば、イールドカーブコントロールだとか、マイナス金利だとかですね。それらはですね、普通の利上げの完全な代替にはならないというふうに言い切ったことですね。これは、レビューでそうまとめているということのようなんですけれども、それと、もう一つはですね、不況になった時に、インフレ率が下がるような場合には、普通の利下げができた方がいいということですね。要は非伝統的な金融緩和手段がそれほど効果がないということであれば、今の水準だとそれほど何回も利下げをすることができないということですよね。ですからある程度金利が利下げをする余地があった方がいいということでいけば、0.75 だとか 1.0 だとか、できるだけ早くそれぐらいの水準に持っていきたいんだということが、行間から読み取れるわけなんですけれども、そうするとですね、1月を待たずに12月19日の金融政策決定会合で利下げがあるという、一旦そういうトーンになったんですけれども、その翌週にですね、円高が進んで、ひょっとしたらやっぱり1月なんじゃないかというトーンもまた出てきているということですね。で、実はこの12月19日の前の日の18日にですね、FOMC がありますんで、そこでもしアメリカが利下げをするようなことになればですね、その翌日に日銀が利上げをすると、また一気に円高に触れるとですね、これは夏のブラックマンデーの時の再来のようなことになりかねないので、おそらくですね、アメリカが利下げをするんであれば、日銀は翌日利上げをするということはしないんじゃないかなというふうに思うんです。その時の為替の水準だとか、マーケットの状況にもよるとは思うんですけれども、利上げをするような状況にない場合はですね、12月は見送る可能性も十分にあるというふうに思います。いずれにしても12月か1月か、どちらかで一旦利上げをするんじゃないかというのが、大方の見方だということですね。これらを踏まえた上で、11月のですね、中古マンションのデータを見ていきたいと思うんですけれども、まず11月度の成約件数の前年同月比で見るとこのようになっています。1都3県すべてプラスですね。で、昨年どうだったかというと、このようになってますので、8、9、10前年を下回りましたねというふうなお話をしてきましたけれども、11月はですね、前年に比べてプラスになったと、
去年がその前々年に比べて大きく下がったので、それに伴ってというわけでもなく、プラスになったということです。比較的いい月だったなということですよね。地区別に見たときにはこのようになってまして、この2桁のところを見ていくと、なんとなく例えば、埼玉、非常にいい中央地区があったり、千葉の千葉市ですね、2桁上げていたり、横浜もですね、10.6 だったりと、あとは県央地区や湘南地区は 37% 台ということで非常に高い伸びを示したということなんですけれども、これは、前年を見るとですね、このように、随分と下げた場所もありますので、行ってこいのような地区もあれば、23区はですね、比較的良かったというふうに捉えていいというふうに思います。はい、次、新規登録件数ですけれども、このようになってまして、東京都はですね、それほど伸びなかったという印象があります。地区別に見たときにはこのようになってまして、例えば比較的順調に伸びてるなというのは埼玉県の西部地区だったり、千葉県の千葉市だったり、比較的ですね、東京から離れている郊外のほどですね、物件が出てきたなという印象があります。つまり今回はですね、今月はですね、割とその、都心23区とそれ以外の違いがまたより鮮明になったかなという印象なんですね。在庫と制約単価の前年同月比が、こちらの数字になります。首都圏でいけば制約単価がプラス 5.9、在庫件数がマイナス 2.9 ということですね。以下数字を読み上げることはしませんので、ご興味のあるところを、一時停止してですね、よくご覧いただければいいと思うんですけれども、この在庫のトレンドですね、それと水色の折れ線グラフ、制約単価のトレンド、それとグレーの新規登録の単価のトレンド、この、主に3つがですね、このマーケットの変化を表しているものだと思いますので、そこに注目してですね、あとご興味のある地域ではですね、この数字もご覧いただくといいかなというふうに思います。まず東京都ですね、そして埼玉県、そして千葉県ですね、神奈川県となります。もう東京都とそれ以外が鮮明だということが分かると思うんですけども、東京都は在庫がもう下がってきて、少し上がってきたような、反転してきたような格好になってますけれども、それと埼玉、千葉、神奈川は全く違うこの積み上げになっているということですね。コロナの前をもう超えている、神奈川県はちょうど並んだぐらいかなと思いますけれども、埼玉県と千葉県に関してはもうコロナ前を随分と超える水準に在庫が膨らんでいるというのが分かると思います。では次、地区別ですね。都心3区です。城東地区です。城南地区、城西地区、城北地区、そして多摩地区ということで、多摩地区はですね、どちらかというと3県ですね、埼玉、千葉、神奈川のトレンドに似ていると。それに対して、23区はですね、違う、在庫の減り具合ですね、それと制約単価、新規登録単価の伸びもですね、23区と、それ以外という言い方をしてもいいんじゃないかなというふうに思います。そして埼玉県の、さいたま市、中央地区、西部地区、東部地区ということで、毎月言ってますけども、この西部地区ですね、ここの、ボリュームがですね、非常に大きいということです。そして、千葉県の総部地区、常磐地区、そして千葉市ということです。最後、神奈川県の横浜市です。横浜市は今月制約単価がマイナスになったということですね。前年同月比がですね。そして川崎市、相模原市、県央地区、湘南地区ということです。
はい、それでは前年同月比と前月比のそれぞれ制約単価を1都3県、首都圏で見たものがこちらになります。前月比で、埼玉県がマイナスになっているということですね。あとはすべてプラスでした。地区別の、前年同月比ですけれども、こちらは、城北地区、それと埼玉県の中央地区と東部地区ですね。神奈川県の横浜市と、相模原市が2桁でマイナスになったということです。前年同月比でやはりですね、横浜市が3ヶ月連続、前年同月比でマイナスになったと、ここがですね、一つ、注目すべきポイントかなというふうに思います。そして前月比ですね。前月比は、県央地区と湘南地区がですね、2桁以上でマイナスになったということです。はい。それとこちら、制約のですね、築年数のグラフになります。それと、お知らせになりますけれども、ライブをやってます各週土曜日で、次回はですね、12月の14日、今週の土曜日11時からの予定です。はい、それと物件評価レポートをやっているというお話をいつもしてるんですけども、その物件評価レポートの評価方法をですね、このメンバーシップの中で動画で上げていますので、立地編、建物編、それぞれ、今4本ぐらい上げてると思うんですけども、ぜひご興味のある方は、ご覧いただければなというふうに思います。買いたい、売りたい、それぞれの人に、検討段階に応じてですね、市況の動画をはじめ、メンバーシップの動画、ノートの記事、物件評価レポート、個別相談、いろいろやっておりますけれども、問い合わせ先はこちらになりますので、ご興味のある方はお問い合わせいただければと思います。このマンション買って大丈夫かというご相談が多いところから始めた物件評価レポートですけれども、物件のプロフィール、購入目的背景、不安な点をお知らせいただいて、公的資料に基づいて多角的に評価をし、メリットとリスクに分けて、その目的背景に対して推奨度はどうですかということで、レポートをまとめています。つまり個別対応で、レポートを作成しているということです。ご利用いただいた方にアンケートをお送りしてるんですけども、そのアンケートのフリーコメントを AI で読み込んでもらって、逆に5つの特徴をまとめてくださいということで、まとめたものを記事にしてそれもノートに上げていますので、ご興味のある方は、ご覧いただければと思います。参考になったというお声をいただいているんですけども、今後の不動産売買に役に立つと思われますかという、これをですね、重視しておりまして、とても役に立つと思うので、すべての方にそのようにお答えいただいております。要するにその物件、検討している物件が、買える買えないあると思うんですけども、じゃあまた買わない場合は次の物件を検討していくというふうに流れると思うんですが、その時にですね、ぜひ参考になるようにということで、作成しています。法人向けもですね、別途やっておりますので、法人の方は法人ですというふうにおっしゃっていただければと思います。あとノートの記事では、いくつか人気記事のベスト3だとかですね、マンションの価格に関する記事だとか、マガジンにしても販売しておりますので、こちらもご興味のある方はご覧いただければと思います。それとアンケートのフリーコメントの中で一つご紹介したいと思うんですけれども、物件検討を進める中で利害関係が複雑に絡み合っている業界のためになかなか本音や的確なアドバイスを得ることが難しいと。ポジショントークをする方も多いため、勉強するにしても取捨選択が難しいと感じていたため、公的資料や第三者的な視点で意見をもらえるのは貴重だ。また自分が持つ懸念点と同様の意見がレポートにあれば、自分の持つ視点への自信を深める効果があり、逆に考慮したこともなかった懸念点が記載されていれば、新たな発見や知見を深めることになるのもプラス。価格も情報量に対して適正かリーズナブルでリピートしやすい価格設定。対応もスピーディー。答えにくかっただろう質問に対しても真摯に答えてくれ、人として会社として信頼感を持てた。またこの物件評価レポートという第三者的なサービスによって購入検討者自身の考える力を高める効果があり、それを促しているような印象。購入検討者側も勉強が必要なのだと自覚させられる。第三者的な視点がメリットであるのと同時に、強いて言えばズバリ回答が欲しい方には不向きかもしれないというのがデメリットでもあるということです。ここですね、この
購入者自身の考える力を高める効果があり、それを促しているような印象だということで、まさにそれを、狙いというか、目的の一つとして、やってます。それとズバリ回答が欲しい方には不向きかもしれないということで、あくまでもこちらが、最終的なまとめる評価というのは推奨度ということになりますので、こうした方がいいというそういう主張をするレポートではありません。不動産というのは非常に高額で、その人生そのものというと大げさかもしれませんけれども、家族だったり、いろんなことに支障をきたすのが、住宅だと思いますので、その最終の買う買わないの決定というのはもう主導権は必ずそれはご自身があるということで、あくまでもこれはサブのですね立場で、推奨度をお示しするというふうなスタンスでやってますので、ぜひそのあたりはご理解いただければなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画は以上です。